皆さんどうも、ずんだもんなのだ。前回フォルテを5枚集めた続きです。さすがに覚えてないと思うので解説すると、水不足の解消です。プラグインしようとすると謎の人物に止められます。水道局は業務終了済みなのになんで人がいるんですかね。ですが忠告は無視します。それでは水道局の電脳にプラグインロックマンエグゼトランスミッションというわけで久々の電脳攻略、水道局の電脳なのだ。道中はフォルテ5枚でサクサク進んでいくのだ。電脳のギミックは水を出したり止めたりしながら氷を滑って進むギミックなのだ。一度水が流れたところは氷が消えるので、水栓をひねって道を開いていくイメージです。途中まで来たら謎の赤いナビブルースに出会うのだ。一応ここが初対面、最終作の6までお世話になるナビです。初見は結構ツンツンしてますね。このツンデレくんはひとまず今作ではツンツンしたままです。5ではオペレートさせてくれるくらい仲良しになるのだ。今はお仕事で忙しいみたい、見逃してやろう。去り際に忠告してくれる円山くん、揃ってツンデレですね。道中やること変わらないのでカット。中ボス戦なのだ。全シリーズでも珍しい固定演歌のウイルスなのだ。ただし今のフォルダの敵じゃないのだ。なぜかフォルテ選択し損ねたので次のターン待ちなのだ。フォルテと間違ってヒートスプレッドの3枚目を選択しちゃったのだ。ささっとフォルテ使って終了なのだ。というわけで謎のウイルスを撃破。水道局を機能不全にしていたのもきっとこいつらでしょう。というわけで給水装置をハイヤーショットで解凍します。これで一件落着ですね。秋原町に帰りましょう。秋原町に戻るとなんと池がブレイクサワーになっているのだ。なんでやろな。しかしながら町の人はもう限界のようでお水を飲みにやってきてしまいます。水だじゃないんだよ。明らかにヤバい色の水は飲んじゃダメです。走行してると円山くんから電話が来ました。いつ連絡先交換したの？どうやら本当に問題があったのは浄水施設の方で、給水施設だけを直したことで汚水源泉かけ流しになってしまっている模様。ヤイトちゃんのメールによると、誘拐された子は水道局の管理者の息子らしい。つまり水道局の管理者が人質を取られて犯行に及んだようです。そして九段の氷川くんはなぜか学校の目の前に止められた車に監禁されてます。なんでこんな分かりやすいところにという疑問は置いておいて、パパさんを止めに行きましょう。ここで蛇口ハンドルと伝言を入手。これで行ける範囲が広がります。というわけで水道局の電脳に戻ります。当然のように道中はカット。最新部ではすでにブルースがアイスマンを制圧していました。邪魔するなと警告する円山くん。今回ばっかりは彼が正しいと思うのだ。そしてロックマンはアイスマンと氷川パパの説得を試みます。そして円山くんは敵の狙いが別にあるようでそっちに向かうみたい。さらにアイスマンの説得は失敗。ボコボコにしてやりましょう。それではアイスマン戦バトルオペレーションセットイン。アイスマン戦ですが特に何もありません。強いチップぶつけてさっさと終わらせるのだ。アイスマンのくせに炎属性当倍です。なんで？アイスマンが投擲してくるゴムには凍結効果があり、ボタン連打で解除できます。以上解説終了。パラディンソードで終わらせに行くのだ。チップを使うときは無理に当てに行かずに同列に来るのを待ちます。攻撃モーションに入ったらチップ使って撃破するのだ。というわけでアイスマンデリート、クールさが足りていませんね。ちょっとぶん殴って頭を冷やしていただきました。頭も冷えたところで息子の伝言を見せるのだ。しかしながら取り返しがつかないことになってるらしい。とりあえず水道を早く直してもらってもいいですかね。これで水道の復旧は完了。帰って寝ましょう。一方その頃円山くんは W3 のナビを追い詰めていました。仕事ができる男は違いますね。問答無用できればいいと思うんだけど、そうできない理由があるんですかね。そしてまんまとアクアプログラムを回収されました。
気安く読んでる側が気にするなっていうのおかしくない？円山くんは何も言わずに消えてしまいました。少し気持ちがわかるかもしれない。氷川さんによれば、アクアプログラムは美味しい水を作れるとのこと。それなら悪用はできないな。よし。秋原町に戻ると氷川パパからお礼を言われます。アイスマンのチップ5枚ずつくれと。こんな感じで水道局の騒動は沈静化。水道も元に戻ったのだ。ドクター・ワイリーは作戦の失敗に対してご立腹の様子。でも4つのプログラムのうち2つ集めてますよ。そして幹部から手強いナビとオペレーターの話が。どうやら W3 から見てもロックマンは高性能らしい。なんでやろな。結局言い訳は聞き入れられず、とりあえずデリートしようとのご命令。攻撃力に100のチップが10枚入ったホルダー相手にデリートするとか無理なんだよな。ドリームウイルスなるものを作っているらしい。一体どんなウイルスなんだ。そしてワイリーさんは光という名字に聞き覚えがある模様。というわけでロールちゃんからメールを受け取りつつ今回はここまで。そんで次回の配信ですが21日日曜日の夜の予定です。しばらく編集に集中したいのでもしかしたら延期するかも。そのあたりは Twitter で告知しますのでよければフォローしてくださいな。一言いただければフォローもします。それではご視聴ありがとうございましたなのだ。